1980年代後半、プロのレコーディングスタジオがデジタル革命の熱狂に沸いていた頃、カシオ計算機はある奇妙なエレキギターを世に放ちました。EG5、通称歌詞ギターです。手元の資料を改めて見るとですね、本当にギターのボディに四角い物理的なカセットデッキが。はい、スピーカーと一緒に直接内蔵されているんですよね。そうなんですよ。楽器としての美しいシルエットとか様式美といったものを完全に無視した大胆な設計です。へえ。スマートなデジタル処理ではなくて、弾きながら録音したいというあなたがふと抱くような純粋な欲求に対してですね、はい。物理的な合体という形で応えているんです。電源を入れると、ギターであるにもかかわらず、カセットデッキのガチャカチャというメカニカルな駆動音が響き渡る。いやー、あまりにもシュールな光景ですよね。でも、このアプローチからは、計算機屋ならではの合理的でかつ異端な哲学がはっきりと浮かび上がってきます。そうですね。今回の電子音楽機材の探求では、あなたと共にこの隠された機材の奥深いドラマを紐解いていきます。はい。シンセサイザーの静止から一歩外れた、計算機メーカーによる音楽への不器用な片思い。そして、その美しくも過剰な埋葬の歴史です。時代に埋もれた技術者たちの意地を記録し、この得意な物語をこれからも深掘りしていくために、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは、彼らの軌跡を追っていきましょう。まず、すべての現在ともいえる出発点は、1981年に発売された VL1。別名 VL トーンですね。そうです。重さは1ポンド未満で、プラスチックのチープな筐体に、数字の入力キーがそのまま鍵盤として機能する、まさに電卓でした。この機材の非常に興味深い点は、単なるおもちゃの枠に収まらないことです。と言いますと、モノフォニックシンセサイザーと100ノートのシーケンサーを搭載しているんですが、音作りのアプローチが完全に数学なんですよ。数学ですか？液晶画面を見ながら電卓モードで900999914といった8桁の数字の羅列を入力して音をデザインしていくんです。直感的につまみを回すのではなくて、完全な数式として打ち込むわけですね。その通りです。この8桁の数字は波形、アタック、ディケイ、サスティンレベル、サスティンタイム、リリースタイム、はい。そしてビブラートやトレモロといったシンセサイザーの心臓部となるパラメータを0から9の数値で直接定義するためのコードだったんです。音の立ち上がりから消え去りまでの物理的な時間変化を感覚ではなく論理で構築する。これは楽器の演奏というより、プログラマーが機械語を直接入力する作業に極めて近いです。そうですよね。伝統的な楽器のインターフェースを根本から無視した計算機メーカーならではの極端な思想です。だからこそ愛すべき事故も起きました。事故ですか？はい。シーケンサーでメロディーを一生懸命打ち込んで、気持ちよく演奏している最中に、うっかりモード切り替えスイッチに手が当たると、なるほど。突然として音楽が途切れてしまうんです。そして液晶画面には 0.77777 という虚しい四則演算の答えが表示される。せっかくの音楽的なインスピレーションがただの無機質な数字に還元されてしまうわけですね。なんとも皮肉な欠陥ですが、この楽器になりきれない計算機としての不器用さが独自の愛嬌を生んだとも言えます。事実、このピーというチープな句形の音は世界中で愛されまして、ドイツのバンドトリオが1982年にリリースした楽曲ダダダダで使用されました。はい、大ヒットしましたね。世界中で1300万枚という途方もない記録を打ち立てます。皮肉なことに、この予期せぬ成功体験がカシオに楽器の皮をかぶったガジェットで世界を席巻できると確信させてしまったんです。まさに幸福な伝在ですね。ここから彼らの得意な進化が一気に加速していきます。チープな路線で大成功を収めた彼らが次に手を伸ばしたのはなんと全く逆の頂点でした。頂点と言いますと、あのプロジェクトですね。はい。1984年、オーストリアのリンツで開催された世界的イベント、アルス・エレクトロニカです。ドナウ川に浮かむ5トンの透明なピラミッド型式塔と12チャンネルの巨大なサラウンドシステムが宇宙の創生を響かせました。世界的アーティスト、富田勲氏との共同開発プロジェクト、コスモです。資料のスペックシートを確認すると、このコスモは単一の楽器ではなくて、音を計算するための巨大な要塞ですね。
そうなんです。心臓部であるサンプラー SPU は当時としては驚異的な12ビット 40kHz の解像度を誇っています。さらに制御用パソコンである FP6000S を直結してグラフィックタブレットを使って手書きで波形を直接描き込む機能すら備えていました。パソコンの画面上で音を視覚的に編集する環境ですよね。つまり現代の音楽制作で当たり前となっている DAW デジタルオーディオワークステーションの概念を20年も先駆けて実現していたんです。本当に恐るべき先進性です。富田勲氏も海外のどんな製品よりもフラットな周波数特性を持つと絶賛しています。しかしこの最高峰のシステムは市販されることはなく、富田氏のための特殊品にとどまりました。プロフェッショナルの頂点に手が届く技術力を証明しながらも、それが市場に還元されなかった。その一方で彼らの論理の暴走は時に境界線を軽やかに踏み越える自由を生み出します。時代は少し進みますが、1988年に発売された DH100 通称デジタルフォンはその最たる例ですね。サックスのような形をしたシルバーのプラスチック製ボディを持つ電子笛ですね。はい。小学校で習うリコーダーの運指でサックスやトランペットの音が出せるんです。専門的なアンブシア、つまり口の形や息のコントロールという楽器固有の壁を技術で取り払い、誰もが音を奏でる喜びを手に入れられるように設計されました。一見するとただのおもちゃのようですが、ミディアウト端子を備えており、吹き込んだ息の強さを外部機器を制御するためのデータとして極めて滑らかにリアルタイム送信できたんです。息の圧力をミディのアフタータッチやベロシティといったパラメータに変換する、つまり人間の細かな息遣いを完璧にデジタル化できる恐るべき高精度ミディコントローラーだったわけです。ところがこの機材にはガジェット特有の物理的な宿命がありました。宿命ですか？内部基板のコンデンサーが経年劣化で傷みやすく、電源を入れた瞬間にスピーカーからピーッと断末前のような叫び声、発信音を上げてしまう持病を抱えていたんです。それは驚きますね。でも面白いことに現代の愛好家たちの間ではその悲鳴さえもヴィンテージの証として語り継がれているんです。伝統を重んじる楽器メーカーならただの不良品として終わるものを、家電と楽器の境界線を踏み越えるガジェットゆえの自由さと愛嬌へと昇華させているんですね。そしてこの奔放な想像力を持ちながらも、カシオはプロフェッショナル市場への本格参入という高い壁への挑戦は諦めませんでした。はい。1980年代後半、ヤマハの DX7 やローランドの D50 が覇権を握る中、満を持して VZ1 と FZ1 を投入します。まず VZ1 ですが、この独自の IPD 音源のアプローチがまさに数学的です。内部のモジュールを4つのペアに分け、それぞれをリングモジュレーションや位相変調で複雑に絡み合わせる仕組みを作りました。音の波同士を衝突させて新たな倍音を生み出す途方もない演算ですね。はい。16ボイスのポリフォニックを稼働させるため、内部では凄まじい計算が行われていました。ただ、そのパラメーターの膨大さと、プリセット音色の臨床的で冷たい響きは、実感的なインスピレーションを求める現場のプロからは敬遠されてしまったんです。なるほど。誰にも理解されない饒舌な数学教授のようなシンセサイザーだったわけですね。計算としては完璧でも、実感的な熱量が足りなかった。そして、さらに残酷な運命をたどったのが、革命的サンプラー、FZ1 です。スペックを見ると、これは技術者の一級品の狂気と呼ぶべきだものですね。当時数千万円したフェアライト CMI に匹敵する16ビットリニア、最大サンプリング周波数 36kHz という圧倒的な処理能力をわずかに10万円台で実現している。膨大なオーディオデータをリアルタイムで処理し、デジタル制御フィルターで滑らかに変化させるため、贅沢にシリコンチップを注ぎ込んだ妥協のない設計です。音の太さも間違いなく一級品でした。この冷徹でピュアな音質に目をつけた者たちも確実に存在しました。エイフェックスツインやオーテカといったテクノシーンの異端児たちは、この計算機屋が作った異質な箱をあえて選び、その得意な音色を独自の武器に変えていったのです。プロ市場での強い壁に跳ね返されたカシオですが、1990年代に入ると、突然としてコンシューマー市場へ急旋回します。はい。その迷走の極地とも言えるのが、1991年に発売されたラップマン。ヒップホップ文化の浸透に目をつけ、プラスチックの筐体にYo, what's up? と喋るボイスエフェクターと疑似スクラッチディスクを搭載したトイキーボードですね。
16ビットの超精密なプロ用サンプラーを開発していた最高峰の頭脳たちが、いきなりおもちゃの回路を真剣に設計している。一見すると、これは戦略的撤退や敗北に見えるかもしれません。確かにそう見えますね。しかしこれこそがカシオ本来の誠実な帰還だったと私は考えます。ラップマンやそれに続く光る鍵盤シリーズは、一部の特権的なプロフェッショナルのためのものではありません。なるほど。エリートからの承認を得るためではなく、誰もが音を出せる喜びのために、自らの圧倒的な計算技術を使う。これは音楽を解放するための非常に哲学的なアプローチと言えますね。では、カシオが追い求めたこの不器用ともいえるデザイン言語や哲学は、時代遅れの遺物として完全に消えてしまったのでしょうか。その答えは現代のスウェーデンで壮大な伏線回収として証明されています。世界中のクリエイターがこぞって愛用するティーネージエンジニアリングの機材です。彼らのポケットオペレーターシリーズに見られる基板がむき出しになり、液晶画面にユーモラスなグラフィックが映る得意なデザインですね。はい。フラッグシップモデルである OP1 の土着的なインターフェースもそうです。あれはまさに、かつてカシオが VL1 や迷走機の光る鍵盤などで必死に探求し、時にはコストカットのために隠したかった計算機の骨格そのものです。ティーネージエンジニアリングは、その骨格を隠すのではなく、むしろ人間と数式の幸せな接点として宝石のように展示し直しました。そうなんです。40年の時を経て、カシオの不器用な美学が現代において最も洗練されたガジェットとして完全に救済され肯定されているんです。カシオ自身も数百万人の運指データとプラスチックから最高の響きを絞り出す演算技術を結実させています。今や名門シーベヒシュタインと共同開発した最高級デジタルピアノセルビアのグランドハイブリッドを生み出していますからね。ずっと3枚目を演じてきた不器用な男が、実は誰よりも正確に未来を計算していたのです。カシオは決して迷走していたのではなく、世界が彼らの計算された美学に追いつくのを40年間静かに待った。これまでの歴史がその事実を力強く証明していますね。ここであなたに一つ想像してみてほしいのです。今、あなたの手元にあるスマートフォンやスマートウォッチといった日常のガジェット。はい。その内側でひたすらに演算を繰り返している無機質なアルゴリズムたちも、実はまだ誰にも理解されていない次の40年後の美学を密かに計算し続けているのかもしれません。もしどこかでカシオのロゴが刻まれた機材を見かけたら、その内側に秘められた壮大なドラマと計算機屋の美学に思いを馳せてみてください。それではまた次回の電子音楽機材の探求でお会いしましょう。